さあ皆さんこんにちは、谷口信輝です。ですね、人気コーナー映画に出てた車シリーズ第3弾第3弾なのかな、第4弾なのかわからない、第3弾ぐらい。今回はこちら、皆さんご存知のバックトゥザフューチャーに出てたデロリアンです。早速オーナーの方をお呼びしたいと思います。すいません、よろしくお願いします。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。諏訪さん。はい、そうです。なんか格好がまさに映画を見てるような格好をしてますが、毒の再現してるわけですね。あ、そうです。もうちょっと細かい備品も含めて。この感じは覚えてるよ、なんとなく。あとは何？あとはまあ毒のつけてたこんな時計であるとか、あとはストップウォッチだとか、映ってるんですけど分かんないのはこんなんがついてるとかですね。ちょっと改めて今この入り口見た後にもう一回映画を見てみたい気がするけど、靴オレンジだったっけ？あ、そうなんですよ。ちょっとこれを作った仲間に聞いたら、いやそこはやらなあかんでって言って、みんなが、これをつけるんやって言っていろいろと教えてくれて、揃えたんですけど。さあこちらのデロリアン、なぜこれを乗ってるんですか？たまたま手に入れたんですけど、たまたま手に入れた感じ？はい。デアゴスティーニっていうプラモデルをずっと作っていて、まず取っかかりはそこ。そうなんです。デロリアンが作りたいと。はい。そしてそれを改造してたんですよ、ずっと。でどうしてもわからないところが出てきて、でもう実写を見たいってなって、そしたらたまたまヤフオクに出てたので、でちょっと家族旅行で行くついでに中古車なんで見に行こうって家族誘って行ったんですよ。そしたらもうそこで一目惚れしてしまって、息子ももちろん食いついて、奥さんだけがよくわからない状態だったんですけど、もうその場で乗っていった車を手放して。その場で？はい。その場でもうこれ買うからこれ下取ってくれと。いやもう向こうの人がもう今ちょっと実はここ閉めるんや、だからちょっと安くするから、でその車高く買うから、これをなんとか吐き出してくれ。なるほど。で値段がちょうどそこでうまいこと言ったんで、もうその場で車乗って帰ろうとしたら置いてってくれ言われてもう今日のこの値段で買うから、で置いていって、で3人で足がなくなったんでどうしようって言って新幹線で帰ってきたっていう運命的な出会いだったんだろうね、きっとね。そうですね。ね、デアゴスティーニでできたメンバーがですね、に実写買ったよって報告したら、それはやばい。ちょっと待って、ディアゴスティーニのメンバーって何？そうですね。デアゴスティーニを作ってる時に、あれ世界中で同時期に行われてたので、いろんな詳しい人が世界中にいて、その方たちとみんな仲間になって、みんなディアゴスティーニのデロリアンを作ってたってこと？同時期に。はい。でみんな僕よりもっと詳しい人たちが一緒に作ってて、その仲良くなったメンバーに報告したら、それはやばいって言ってタイムマシーンにしようぜ。なるほど。僕ら紹介するからって言ってパーツを。これ値段って聞いたらダメなの？買った値段って。これはいろいろ値段高く買ってくれたりで、差し引きで590万円ぐらいで、590でやったら買いたいっていう。なるほどなるほど。その時はどんな状態だったんでしょう、車は？もう本当に何もない普通のノーマルのデロリアンで。これご自身で改造されたってことですか？そうです。パーツは自分で全部集めていって、あとはもう日本のオーナーズクラブの副会長さんとか。デロリアンオーナーズクラブなんてものがあるの？そうなんです。何人ぐらいいるの、日本に？在籍はちょっと私も正確なことをちょっと覚えてないんですけど、5060人ぐらい。5060人？デロリアンがそんだけいるってこと？あっちにデロリアンがいる来たあの人誰？あの方がいつもお世話になってるオーナーズクラブの副会長さんの橋本さんって方です。みんなほぼノーマルのデロリアンに乗ってるってこと？そうですね。なんかいろいろみんなそれぞれ自分の好みのカスタムはしてますけども、こういう状態ってことですね、大体ね。そうです。なるほど。これ後ろすごいじゃん、なんか
とかまあここら辺もすごいけど、はいはい。こんな仕様はほぼいないってこと？あ、これははい僕だけです。今もずっと仕上げてる最中？まだまあ今で 92% ぐらいです。なんだっけその 92% って8% あと足りないわけだね。そうなんです。10% とは言えないなというぐらいの。どこから手つけたの？一番初めは次元転移装置を手に入れて、うん、で今ちょっと、うん、この後ですね完成祭を神主さん呼んでやるので友人が神主なので、ちょっと僕がお祓いして魂入れるわっていうことで、だからまだつけちゃダメなんだ。まだつけちゃダメ。だるまの目が塗っている状態なんですけどはいはいはい。まあ今それがないんですけど、ちょっと出した方がいいですかね。じゃあ今あるならぜひ。この車は何？これは日荷頃物か。あ、光ってる。次元転移装置、真空管だったかな。これ一番初めに手に入れまして。手に入れるっていうのはどういうこと？これを作ってる人がいるから紹介するよって言われて、でこれを数ヶ月待って手に入れて。日本で？海外で。海外で。確かイギリスの人が作ってくれて。へえ。本当は今ここ隔壁がこうあるけど、はい、普通はこれリアシートとかそんな感じ？荷室がある。荷室、そうですね、荷室というかまあ物を置けるスペース。そこに今この壁を作って。はい、そうです。本当は縛り付けてただけなんですけど、置いたり、もうその程度で済ますつもりだったんですけど、まあ徐々にそこでまず加速が始まったんだね、まずね。そうなんですよ。ほんで次はどこやったの？次はタイムサーキットが手に入りました。タイムサーキット。年代を入力する、ピピって入れるやつね。これスピードメーター、立ち上げで88マイルまで上がるんですけどね。こういう感じで。ああ、なるほど。でこれを電源をオンにするとこういう感じで。あれが電源なんだ。すごい。そうです。よく映画で言ってる目的の時間、現在の時間、出発の時間ってやつですね。でこの目的の時間はこれで自由に設定ができます。これできんの？例えば谷口さんのお誕生日とか入力しましょう。まず何月何日ですか？5月18日。なんで5月だったら05ですね。18日だったら18の何年ですか？1971年。971年セットってやると。入った。すごっ。へえ。一番上に入りましたよ。時間も設定はできますけど、まあ今はまだ6時9分。なるほど、すごっ。でこれはまあ真ん中のセンターなんていうのかな。何らかのスイッチ？これの中身どうなってんのって言ったらちょっと仲間がこれ裏は劇中車が実はこうなってたんだよっていうのを教えてくれて、裏の電気配線も含めてこんな風に全部再現して電源がつくようになってます。もうみんな作ってくれた人もアメリカの広大なジャンク屋さんに通ってパーツ集めてきて作ってくれるっていう。この車のために作ってくれるの？そうなんです。仲間ができて。それお金は取られるの？もちろん多分それめちゃくちゃ高くはないんですけどこれはちょっとお昼なんで見にくいですけど LED が光るの？そうなんです。これはなんかデアゴスティーニを作ってた仲間が、本物の小さいやつを8分の1なんで、本物を作りたいっていうことで一回そのちっちゃくする前に、大きいやつを経由しないと作れないってなって、業者さんに依頼するのに。できた副産物ですけど、そのための試作品ね。そうなんです。でただ映画を300カットから全部正しい動きを自分たちでプログラミングして作ったから自信作やから君に受け取ってほしいっていうことで後ろのネジもこだわったって言って、この後ろのネジも映画と同じように六角のなんかアルミネジ使ったとか、そういうこだわりですごいな。譲ってくれて、でこれは亡くなってしまって友人が作ってくれたんですけど、これも9ヶ月ぐらいかけて作ってくれて。海外の方が？そうなんです。一回ニュージーランドで曲げて、色を染めるために旅行でアメリカに行って、塗装がスプレーじゃ納得いかないから、なんかアメリカに行って旅行で行ってなんかまたそこの友達に塗ってもらうか分かんないんですけど、ちょっと行ってくるわって言って。でいろいろ調べていくと博物館とかを見てると、博物館のにはこのステッカーが貼られてないんですよ。
本当は実写はついてるんですけど、実写っていうか劇注射はついてるんですけど、博物館はついてなくて、それをどこに寄せるか、劇注射に寄せるのか博物館に寄せるのか、劇注射だよね。劇注射かなっていうことで、これはもう劇注射に寄せようってことで、この横ですかね、ここら辺。はい、これはまあ普通のなんかコンデンサー、オイルコンデンサーを、でこれも博物館の資料からこういうの得意な俺できるっていう人がいるんで。博物館ってどこにあるの？アメリカにあってですね、ピーターセン博物館っていうところがあって、そこに行ったの？僕は行きました。へえ。でこれをまた誰かに作ってもらったと？これは自分で作自分で作ったの？集めてですね、でまあ、こういうのを初めちょっとずつ自分で作ってたんですけど、送料があまりに高くて、なんかちっちゃい粉3つぐらいで2万円ぐらいになっちゃう、もう普通に買ったら2000円ぐらいのものが送料だけでそんだけになっちゃうから、一回そのアメリカの友人のとこに集めるとかしてたら、なんか作るわとか、もう家にあるからもう作るわとかそういう風になったりして、それをまあいろいろこの辺2年半ぐらいでやってるってこと？そうです。もうずっと1年はほとんど寝てなかったです。夜の11時ぐらいから時差があるんで、世界中の人と交渉して、でちょっと時間ずれちゃうと、他の人に売っちゃうんで、もうずっと起きてて交渉スタートみたいな生活をずっと。すごい。こんなのも全部そちらで？そうなんです。これもバラバラでいろいろパーツ集めて、これはホイールキャップかな、ホイールキャップですね、上が。これはレプリカですけど、なんかのタービンって言ってましたね。これもちゃんと開きますので。開く？はい。横にして引っ張ったらいいところ探してもらったら。開いた。それでこれは日本で作ったと？そうなんです。もうこの方もすごいこだわりの強い方で、日本のオーナーズクラブ、デロリアンのオーナーズクラブのメンバーの方なんですけども、もう溶接痕まで再現したい、そういうのが、そういう専門の方なんで、これはどっちに向かってやってるんだとか、そういうことを聞かれて、で当時のユニバーサル・スタジオに飾られてたやつの写真があったので、それを見てもらって、この向きとか、その方日本の溶接棒でやったら全部きれいになっちゃって、うまくならないからっていうことでアメリカから溶接棒を取り寄せて、でこのモコモコ加減も全部再現してくれたっていう。でよく日本のレプリカだったらここ真っ黒なんですけど、そのアメリカとか実写アメリカにある博物館とかこういう汚れ方をしててですね、向こうも。でここはちょっと運転しないといけないので、ちょっと見えるように窓ガラスでまだ取ってないんです。激写はないってこと？激写はこれを取ってアルミの板が入ってて、まだもうちょっと3つぐらいものが載ってるんです。なるほど。それがさっき言った 8%？ そうです。あと 8% です。あとはこのパーツかな。このパーツがもう手に入らないので、ワームホールエミッターって呼ばれてるやつなんですけど、これはコピーのコピー品になるんですけど、博物館のやつを作る時に複製したものが存在したらしくて、ちょうどそれがついてるっていう仲間がいて、塗装ボロボロになってきてメンテナンスするから下ろすっていうタイミングで、その複製したやつの複製なんでコピーのコピーになるんですけどね、コピーしてもらって、今ついてます。であと僕の思い出がこれなんですけど、これ70年前のアメリカ軍のラジオの排気口なんですよ。でどうしても世界でも手に入らなくて、みんなもうコピー品とかでみんななんとかしてるんですけど、これ本物がついててですね、ヤフオクでラジオ出してる人いたんで、この人なら持ってるかもしれないと思って、たまたま家から1時間ぐらいのところに住んでる方だったんで、倉庫に行かせていただいて、持ってたんで、ここのパーツだけもがしてくださいって、お願いしますお願いしますっていうことで、お願いしてなんとか譲ってもらったっていう経緯がありまして、いやーすごい、なんか執念がすごいね。あとはこれですね、これは配線も含めて博物館と全く同じものを使っててですね、仲間がこのラベルを解読した。この文字？そうです。でこれでどこのやつか分かったから手に入れたから、ちょっとだけならあるから分けるわっていうことで、もう本当にこれをできるだけの量だけ分けてくれて、巻き数とか巻く方向とか
へこの曲がる向きとかをこう写真見ながらずっと曲げて。これはご自身で作られたの？あ、そうです。自分でこう曲げていって作りました。これアルミじゃなくて、塩ビパイプみたいなようなものを手で曲げていって最後スプレーで染めて、あとこれも言ったらいいですか？はい、どうぞ。あとこのフラックスボックスって言われるやつなんですけど、一応これがアメリカのそのユニバーサル・スタジオにあったやつから写真撮って、そこからちょっと仲間が再現してくれて、同じ形のものを作ったの？なので左右で若干違うんです。本物自体がもうサイズが違うってこと？そうなんです。左右で違うんで、それも再現してあって左右別のサイズなんです。ちょっとだけ。あとこれですかね。これは何が正しいっていうのはちょっとないんですけど、このヒートシンク、何が正しいとかなくて、もうみんなでそういうこれだろうみたいな話でみんなで盛り上がって作ってるもんなんですけど、アメリカの博物館にあるやつも盗まれちゃっててパーツが。でそこからのレストアがスタートしたので、何がついてるかっていうのがわからないんですよ。アメリカのその博物館にあるってやつは本当の劇中車なの？劇中車なんですけど、ユニバーサル・スタジオに置かれてる間にいっぱいパーツが盗まれちゃって、結構スカラカンの状態からレストアスタートしたんで、分かるものと分からないものがあって、でこれがその分からないものだったんですよ。何がついてるのか。でなので博物館のは 3D プリンターのがついてるらしくてですね、でその後仲間の間で盗まれたと思ってたやつが出てきた、でこれをじゃあみんなで再現しようって言って仲間がその再現して、今ついてるっていう状態なんで。でね、この車ここまで再現してるのもすごいんですけど、フル公認取ってると。そうなんです。もう本当にこのまんまで走れるように、初めはねこれ乗ってミニカー持っていくところから始めて、で徐々にパーツついていったんで、向こうの方もね、本気なんやなっていうことでどうしても目立つ車だから、もうきっちり見ていきましょうっていうことで。どういうところが一番難しい、通すのに？こういうのは別に何も言われないの？そうですね。SUV とかでもこういうのつけてる人いますよね。全部が全部はっきり分かってるわけではないんですけど、向こうの方がこういうふうにしてとかいうふうになんですけど、一番やっぱ怖いのはやっぱりあれですかね。これ？はい。なるほど。車のサイズからも出ちゃってるしね。そうですね。寸法の変更で。そうですってことなのかな。そうです。いろいろこれ以外にも小道具がありまして、それもみんな協力でちょっといろいろ教えてもらったもんなんですけど、出してきてもいいですか？もちろん見せてください。じゃあちょっと持ってきます。何これ？これプルトニウムなんですけど、中身はまた別で集めたんですけど、ケースだけそうなんだ。当時の本当に映画で使われたところのメーカーが再販で出したものなんです。はい、ステッカーの貼り方とかもなんかみんなで研究して、ここ切れてるよとか、ここはかぶってるとか、そういうところも含めて。あともう別のものがちょっといろんなものが。これがドクのリモコンですね。はい、見たことある。あとはこのドクが銃で撃たれる、マシンガンで撃たれる前の。そうです。これをリモコン操作してるやつね。そうです。これは中身嫁さんがプログラムして。嫁さんがプログラム？そうなんです。で次元転移装置を操作できるんですけど、これで。ちょっと待って、本当に車と通じてんの？そうです。すごっ。普通これが電源入るだけなのに。私の計算が正しければ、車が時速140キロに達した瞬間にぶったまげるようなことが起こるんだ。ちょっと時間かかるんで、
もう先に指令送っちゃうと、はい。あ、ビカビカなってる。すごっ。ということができるっていう。すごっ。凝ってるなあ。そしてこれは？これは手に入んないんでレプリカなんですけど、うん。ほぼほぼ本当のに近いうん。これが鳴ったらスタートしろってやつだよね。そうですそうです。雷が落ちる時間に合わせてこれが鳴ったらスタートするやつね。それです。見たよ映画。これが最後ちょっとこれはめちゃくちゃ正しいっていうよりは、まあ、なるべく持ち運びを意識したんでこの形になってますけど、あれです。最後未来に帰る時の棒です。こんな感じです。なるほど。1955年から85年戻る時だよね。そうです。そうだよね。大体言い尽くしましたか。大体これで言い尽くしたと思います。では乗ってみましょう。タイムマシーンに。早速乗らせていただきたいと思います。おー、なんとなくスイッチ入れちゃったりなんかしてね。お、動いた。デロリアンでございます。この車はね、1981年から83年の2年間だけしか売られてないんだって。で、8000台ぐらい売れてるんだって、世の中に。そのうち日本には、まあ、多分40台ぐらいいるらしいです。でも車としては別に普通だね。普通に乗れる。今までね、インターセプター号とナイト2000乗りましたけど、この車が一番普通に乗れますね。まあ、ただアクセルペダルは重たくて、ブレーキもまあまあ重たい。だから結構しっかり踏まないといけない感じですね。パワーステは軽いですね。でも軽いけど、今までの2台に比べたら全然ステアリングがちゃんとシャープというか、遊びが少ない。今までのは全然こう遊びが大きくてね、ザ古いアベ車って感じだったけど、これ普通に乗れますね。意外とデロリアンって普通に乗れるじゃん。さあここでね、スイッチをバヒューンってね。やっぱね、これですよね。タイムマシンですよ。バックトゥザフューチャーって感じですね。140キロ出して、時空を超えたいよね。今日はね、まあ人気のないとこ走ってるからあれですけど、さっきから撮影してる時ずっとね、通りすがる方がね、すげえ見ていくんですよ。そしてすげえ写真撮っていく。まあやっぱりこの車見たらみんな写真撮るよね。快適、なんか全然いいじゃんこれ。何よりね、ワクワクする。デロリアンに乗ってると思うと、隣の車が知らない人がこっちを撮影してる。劇中の車は、オートマじゃなくてマニュアルだったけど、この車はオートマですね。オーナーの愛情もすごいけど、デロリアンタイムマシーンに対する世界中のいろんな人のね、愛情が
すごいんだなと。このオーナーのために世界中のデロリアンタイムマシンの、好きな方が協力してくれてね、この1台ができてるわけだから、いいじゃん。タイムスリップしたいね。みんなはタイムスリップできたら未来か過去どっちに行きたい？やっぱなんとなく未来に行って先のこと知りたいよね。すごいな。これをね自らここまで作り上げたんですよ。さあということで今回はですね、こちらのデロリアン、ね、バックトゥザフューチャーのデロリアンタイムマシン仕様にですね乗らせていただきましたが、ここまでね、忠実に再現された車はもうこれより先ではもう現れないでしょう。オーナー曰くね 92% の完成度だとおっしゃってましたが、この後のね 8%、どんな風になるのかも楽しみですが、引き続きこういう劇中車もしくはですね、変わった車、陳車、希少な車とかですね取材していきたいと思いますので、ぜひ、情報とかですね、オーナーの方、一報お待ちしております。西部警察とかいいんじゃないかななんて思ってます。大門さんが乗ってた Z とかですね、 RS1、RS2 スカイラインのねとかもしございましたらご一報ください。ということでまた来週。